おはようございます。昨日ですね、美味しいご飯を食べて帰って、もう結構即寝落ちしてしまって、お風呂も入らんと洗濯もせず寝ちゃって、ちょっと前日夜行バス移動もあったのでちゃんと寝れてなかったんですけど、すぐ寝ちゃいましたでちょっと今日5時ぐらいに起きてお風呂入って、お洗濯してっていろいろ準備してました。引き続き室戸を目指して参ります。今日も30キロぐらい歩けたらいいな、昨日と同じぐらいの距離かな、歩けたらいいなと思ってるので頑張っていきたいと思います。いやほんと昨日のさ、ご飯屋さん本当に美味しくて素敵で、ほんと多分80代90代ぐらいのおじいちゃんがやられてるこじんまりしたところなんですけど、なんて言うんだろうね、本当にほっこりするよね。すっごく美味しかった。定食も美味しかったし、おじいさんも優しいし、でもこの古き良き雰囲気、文化、お店のカラー、味、人柄、建物って一体どうやって受け継がれるんだろうなって。でこれがまた素敵だなと思うと同時にいつかなくなってしまうものなんだなみたいなのをこう感じて、諸行無常ですよねそうだよね、諸行無常だもんね、この世は。だからさ、それが災害とかいろんなものでなくなってしまうとか消えてしまうっていうのも、もしかしたらこの世においては必然なのかもしれないけれども、でもやっぱり私はそれは寂しいなって思ってしまいますね。はい、そんなことを考える、10日目の夜でした。元気に歩いていきたいと思います。行ってきます。綺麗。青。ここはちょうど入り江になるんですかね。河口部ですね。ほぼ海やな、ここは。海だー。気持ちいいです。海きれい。でも今日は暑いです。昨日よりちょっと日差しが強いかな。蒸し暑いですね。あと風がない。昨日風吹いてたんで涼しかったんやけど、今日は風がちょっと少なくてね、だいぶ暑いです。頑張るぞー。いや太平洋っぽいですね。私が見てるのは瀬戸内海なので、島があって基本的に水平線が見えないというか、水平線はあるんやけど、島が海のその水平線の上に絶対あるんですけど、太平洋はそうじゃないよね。もう見渡す限りまっすぐ。この辺はサーフショップみたいなのがいっぱいありますね。サーフィンとかサップとかで、あとそこのに付随してますね、ゲストハウスとか、こういうねところがここずっと並んでます。サーフィンしてる。高知県に入りました。本当に高知県に入ったよ。徳島ありがとう思ったよりも23番さん終わってからの徳島県が長かったです。ここまで
海陽町、南町から来て海陽町まで、いやー長かったですね。いや楽しかったな。今ここですね。うーって言ってほらと今日は多分この辺まで行きます。So when you move after me, I can look what's going on. When because now you will go faster. Fast. Yes. So you will post a video of what is after. Yeah. So I can check from your Yeah. account and see what I have to do, you know? Yes. So glad to see you and Yeah, the same, yeah, same. it's a wonderful time to talking about okay, Yeah. thank you so much. Thank you. And good luck with Yeah, thank you. You too. Be careful for so humid weather. yeah. 道の駅でちょっと休憩をしてました。ポンカンのジュース美味しかった。ポンカンが有名なんよね。外国人のお遍路さんに出会いまして、ちょっといろいろお話を聞いてました。こんにちは。エジプトの北部のね、キプロス島から来たって言ってました。で日本何回も来てていろんなところ旅してるらしいんですけど、四国ももう1回来たことがあって、そこからさらに来たくなって来てくれたそうなんですけど、スペインにも似た巡礼路があるの皆さん知ってますか？サンティアゴ巡礼路っていうところがあるんですけど、そこも四国遍路と同じぐらいの1400キロぐらいの本当同じぐらいの距離の巡礼路がありまして、でそこは世界遺産にもなっていて、毎年めっちゃ何人やったかな、ちょっと人口忘れたんですけど、かなりの数の方が訪れるところと言われています。でそこも行ったことがあって、どうしてもそこと比較してしまうっていう風にも言ってたんですけど、やっぱ違うところとしては、サンティアゴの巡礼路はね平らなんだって、基本で平らでめちゃくちゃ人も来るから、沿道にたくさんお店とか、自販機とか休むところとかたくさんあるらしいです。なんだけどやっぱり四国遍路は道のりも勾配がきつくて大変だし、でずっと何もない道っていうのもあるので、だからやっぱり回るのがすごく大変っていう風におっしゃってました。でもやっぱ自然だったりとか、そのお寺の風景っていうのは本当に美しくて素晴らしいねっていうのはおっしゃってましたね。やっぱそこはね、日本人の私も回っていて感じるところで、でも人が来ないのにお店はできないのでやっぱりね、参拝してくれる方、回ってくれる方を増やすっていうところがやっぱり最優先なのかなというふうに思います。なんかさ、黒い太陽、あれはしましまということは、あれはなんだっけ、出てこない。メバル違う、なんだっけ、言いたいの違う気がする。いっぱいおる黒いしましまのやつ。チヌ違う、その辺そんな話をして、なかなかねこのオフシーズンっていうのもあるし、この長い道のりの中でさ、ゆっくり話すほど出会えることが少なくて、今まであんまり話せてなかったんですけど、今日ここでだいぶ喋れて嬉しかったです。今日はね、もう次の浜のところで早めに泊まってサーフィンするって言ってました。それがいいね、休みながら楽しみながら。いや、海沿いはでも景色はめちゃくちゃ気持ちいいです、本当に。私は今あと4時間半ぐらいかな、歩いて。
それぐらいのところまで来てるので、引き続き頑張りたいと思います。見てー、バリ海きれい。うわー、さっきおった道の駅があそこやね。ずーっと歩いてきた。きれい。はちょっと入り江っぽくて、島とか岩とかが海岸線にあったんやけど、いよいよ高知の海って感じがめっちゃします。見て、もうまっすぐやん。ほら、水平線がすごい。もうなんもないもん。広い海広い。すごい高知の海やな。今通ってるところめっちゃお猿さんいますね。この森の中に相当いました。小猿ちゃんもいましたね。まあ野生のお猿さんなので出会うとこも2回目ぐらいかな。私は地蔵寺あたりで出会った気がするんですけど、まあお猿さんも野生動物なので目合わせたりするとね、襲ってきてしまう可能性もあるんで、むやみに近づきすぎないように皆さんも気をつけてください。野生動物は大体は人間の声とか音がしたら逃げていくんやけど、目をじっと合わせたりとかするとこう敵やと思って攻撃してきてしまったりするので、また適度な距離を取るというのが一番の安全策でございます。必要以上に近づいて襲われてしまっても、それはもう動物を責められないと思うので気をつけてください。ました皆さん、ここが最終自販機、10キロ自販機ないところです。気をつけてね。ここです。若干雨が降ってるんやけど、海の上で雨の降り注いどるとことそうじゃないところがめっちゃわかるね。ちょっと雨が降ってきました。小雨やけど今日はこのまま葉っぱなしで耐えたいな。あと30分ぐらいです。さっき自動販売機
崎浜町に入ってすぐぐらいかな、人里というかちょっと民家とか見始めたくらいのところに10キロぶりの自販機を見つけました。で今あと30分ぐらいでお宿に着くかなというポイントでございます。なかなかに長いです。しんどめです。2日で55キロ来ました。なんとかお宿に着きました。もう8時前ぐらいになっちゃいました。ちょっと今日はね、いろいろ雨降ったりとか、外国人さんと出会って談笑したりとか、地球の丸さ、水平線と地球の丸さに感動したりとかしてたら、ついつい遅くなっちゃいましたね。まあなんとかね、今日何キロ歩いたんかな。結構歩いたよ今日。歩数的には今日は最高記録かも。昨日と今日が最高記録です。今まで一番歩いたとしても3万ちょいだったんですけど、昨日は昨日4万4869、今日は4万5128。一番長いこと歩きましたいやー、だいぶ歩いたね。遠かったです。やっぱこの10キロの自販機ない道はかなり精神力がいりましたね。雨降ってくると結構やっぱきついです。でこっから先、今日歩いた分の半分ぐらいかな、いや3分の2ぐらいかなの距離行くとおつみさき寺があります。なので明日おそらくおつみさき寺にたどり着けるんですが、せっかくの室戸なのに雨なんです後回しにすることも考えたんですけど、まあ行こうかということで、これも運だということで、明日おつみさき寺に行きたいと思います。疲れました。